年の瀬も迫った11月末の品川陸運局にひときわ目を引くあの豚ケツが到着。ロッキーオーと渡辺社長から車検証を受け取り、ついに沙汰の元へローレルが納車された。今日は納車日記念日です。11月21日いい日にちというね語呂で行かせていただきます。はいねえほらじゃあもう完璧でございますので、じゃあ私早速現場入りしたいと思います。俺の車になって初の出発や。たまらん。俺の車になって初の出発たまらん。どうも、じゃあ篠原ともにロケしてきますんで、お疲れ様でした。こうして楽しくも険しい沙汰の旧車ライフがいよいよ幕を開けた。そしておよそ3ヶ月後、あの男が再び沙汰の呼び出しを受けた。おっせえな今のったくこれ人を呼び出しといて、あいつはまだ来ねえのか。機嫌が悪くなっちゃうよお前。お来た来た、おっせんだよお前。なんだよお前、この差のまんみたいな感じでよかったのこの野郎。何時だと思ってんの人待たして。おはようございます。おはようございますじゃないよ。いや混んでたから。混んでたから混んでたから。なんでそんなポップな感じで。なんすか。何分待たしてると思ってんの。何分待たしたじゃないでしょ。今日なんか変じゃないお前。あれやっぱ気づきました。いやこのセーターダサくないこれ。いやどこいじっとんなの。何どこが。ここやろ。やっぱりカツラカツラ三振なんでカツラなの。いやちょっと事情がありまして事情があってテレビ番組の方ではい罰ゲーム食らっちゃいましたんで、はいちょっと今日オンエアまでカツラで過なるほどごしてくださいとわかりましたいうことで、このカツラ15万するらしいです。15万それが新しいパーツ買えんじゃないの。いや本当に、うんいいじゃなくて、はいその新しいパーツを、こう納車以来初めてうんちょっとつけてくれるっていうところがですね、はい見つかりましたんで、はいはいはい今日そこにお邪魔楽しみですね。楽しみです。なんでしょう。行ってみましょう。行きましょう。はい。 2人がお邪魔したのは江戸川区にある旧車専門店スターロード。復活制作販売をテーマに快適に乗れる旧車を目指し、徹底的なレストアで旧車を新車以上の輝きで蘇らせるプロフェッショナルなお店。旧車乗りのニーズに応えるオリジナルパーツも多数開発。独自のノウハウと確かな技術で旧車ライフを支えてくれる心強いお店なのだ。こんにちは。さあやってまいりましたマ田さん。はいはい。こちらの方がですね、はいスターロードの、井上社長さんでございます。社長。どうもどうも。今日はありがとうございます。本当によろしくお願いしますね。今日井上社長にお願いして、はい僕まず何を改造しようかなと思った時に、やっぱりね、こう乗ってて何が一番あれかという部分で、やっぱこう嫁を助手席に乗ってるとクレームが来るんですよ。天井が高くしないとリーゼントが当たっちゃう。違うそういうことじゃなくて、違う。嫁がね横に乗っててちょっと気持ちが悪いと言い寄るわけですよ。運転手が気持ち悪い。運転手がいや俺じゃないんだから。いやうんじゃない。今日ボケますね。やっぱこうサスの方がね、ちょっと変えた方がいいんじゃないかということでございまして、井上社長にお願いしたところ、今日用意していただきました。すごい。はい、最強ですから。最強。どんなサスなんですか。ちなみにいろいろあると思うんですけど。じゃあ今からお見せしますからね。じゃあカメラさんいいですか。はいはい、そのサスこちら、はい、どうぞ。うわ、はい。これ僕のね豚くずロールにこれをつくんですかこれは。ポンとついちゃいます。これケンメリと同じ。そうです。ケンメリと同じなんです。そうなんですか。料理ははい。ほぼ骨格もみんなケンメリと一緒なんで。俺みたいな人絶対いるじゃないですかそういう人。いやいやいますよ。ね、旧車乗ってて、うん。ちょっとさすがちょっとあれやなみたいな、うん。ここに来たらね、うん。スターロードに来れば、うん。これが
手にある電話もし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 すいません。いや電話全然大丈夫鳴ってますよ。大丈夫ですこれ楽しみですね。いや楽しみですねそして待つこと5日。さあ松さんはい。ということでございまして、5日が経ちまして、いつか。車庫長の方がですね、はい。無事に無事に。装着されたとなるほいうことをど。お聞きしまして、はい。井上社長大変でした。大変でした。やっぱり。ちょっと今日朝早いから、いちょっと社長まだちょっと寝癖の方が教えていただきたいちょっとご迷惑かけてないですか。大丈夫ですか。ちょっとかかああ、なるほど。めちゃめちゃ嬉しそうな顔してるね。いやさめちゃくちゃ嬉しいですようわ。前からですかね。はいまずちょっとこっち側からもこっち側からも。うわまずはカメラかぶってるでしょあ、そうですか。ちょっとこれ見てくださいこれ何ここだわかりけもますこれ。ここだけもう新品これなんやこれねでも全長式なんかこの旧車ついてる人少ないですよ。えこだわり抜いたこの乗り心地のサスペンションって言ってますから。硬くなったバンバンなんで。これ。いややめろってトランク入れるぞまた入れんのこれ。これスプリングバネレート何キロですか。これは8キロですね。 8キロ。わかる8キロだよ。 8キロわかりますわかる。うんそれわかる。大体8キロですね大体8キロ。街乗り用で硬くはなるんですけど、まあスプリングの形状を張るのと、ダンパーの両方の両立でまあ乗り心地は悪くはならないです。さあ続いてリア。リアに行きますかはい。はいうわ。うわこれはフロントのねただのスピンドルの違いますよこれ。ーわかります？すごいよこれカメラさんこれ俺の目線で撮った方がいいんじゃないですかこれすっごいいいですよこれちょっとこれ撮ってもらっていいですかちょっとどうですか俺の目線でこれ撮ったらこれでいいでしょいいね高そう。これ高くなってますいやここからも全部新ここにスプリングがついてるんですよ。わかります？フロントとちょっと違うじゃないですか。うんここで調整ができる。カチカチカチ。いやこれで調整するんですかいややめろってね合わせてくれとんねんああすいませんやめなさいってあんまり触るとトランク入れろこいつトランク入れろちょっとやめろって違う。ここがねそれであそうここがポイントなんですよこのショックの。これ何ですかあショックじゃないこれスプリングシートの。ここもピュアボール入ってるんで、はいはいはいスプリングがしなやかに動くというか。ブタケツローレルでこれはあとスターローさんが初めて作ったそうですね。オリジナル車庫長ってことですよね、ここでもねうわ調整できてトーンもいじれちゃうってことですよね。これがだから重要ですよね。重要ですねこの車高調。まっすぐ走るのに。やっぱりあとこのね乗り心地を通常のそこら辺に出てる車高調キットと違いますから。これで劇的に違いますもんね。これちなみにリアのバネレート何キロぐらいですか。これは10街乗りなんで16ぐらい。 16。結構そんなもんなんですか。はいそんな硬いんですか。いやこれまださっきとで18から20ぐらい。あ、そうなんですか。見てこの色の違いからさ。いや全然違うもんだってはいじゃあ松さんはい。いきますかはい。お願いしますよ。はい。なんかもうエンジンの音も変わった気する変わってねえから。あれもう違うよなんかあもう違うよ違う？全然違うよもう違うよなんかあ全然違う何これ後ろ違うね。あ全然違うこれいきなり段差ですからね、はい。段差。あもう全然何今の違う。段差と感じなかったでしょ。今段差ありましたないね。なかったでしょ今この段差と感じないぐらい乗り心地が違うびっよ。くりした段差あああったこれでも全然違う。横だったら松さん分かるでしょ全然違う。だから逆にシあ何これートがふかふかすぎちゃうようなイメージになってきた。なんかねああすごいこんなね。に分かるもんあ全然違うね。あ違うなんやこれ今までは多分やっぱゴムで走ってたんだよね後ろが。うんだからこう突き上げ感じゃないけどピコピコピコっていうやっぱ羽があったけどあこれなんかもう乗ってないみたい乗ってないみたい。車に乗ってないみたい今これ乗ってんのこれあ乗り心地が良すぎてただ椅子に座ってるみたいな。椅子に座ってるみたいへ椅子に座って移動してるみたい俺さあこれ左ハンドル切るときにうわ何これ全然いやこれ前もすごいいいな。これ舗装したこれ来る道舗装してないから。舗装はしてない、ね。舗装してないこれ舗装してない。マンホールほらあマンホールって感じないぐらいだった。うんマンホールほらあ逆にあえてマンホールで乗りたくなっちゃう、そうね。前はね避けてたけど今ほらマンホール全然マンホールいやーすごいしなやかだよねしなやか動きが。あこのブレーキングしてもなんかこう気持ち悪さがない、
ちょっとこれちょっとこういう運転しましょおどうう。いや全然食いついてますよ。ああいいね。いい。どうですかこれ、いや最高っすよ。スターロードさんのスタ車庫長。ーローさんの車庫長最高。今ね8段階中はい3段の2段かな、結構まあ柔らかい感じで、これ全然これ道綺麗でしょこれ。多分下にピロボールがあるから、うんそのバネがこう1点だけじゃなくてちゃんとこ逃がしてですねう。そう面で受け止めてくれてんだよね、点じゃなくて。いや最高。わかりました変わり。いや分かった。すごいビビってる俺今。ビビってる。うんこう今までシフトアップする時のこのリアの沈むじゃん一回、それがスムーズだもんね。ね今まではなんか一回こう戻るような感じだったけどなんかねそれをちゃんとこうトラクションがかかるっていうのかこれ自分の車じゃないみたいマジで。な、ああいいね。このいやこれやばいな。気持ちよすぎて寝てまうわこれ。車高とのバランスもさ、車高低い割には乗り心地いいよね。ね車高低くするとやっぱハの字どんどん切ってくんで、乗り心地悪くなるんだけど、全くそういう違和感がないもんね。この前乗った時はね、正直高速とかで、うわちょっとケツ痛ってことでしょ。ケツ痛いしちょっと気持ち悪くなるんだなと思って、この吸収感が半端ないから、旧車ってやっぱ乗り心地がね今の車に比べてちょっと悪いってイメージがあるんだけど、これはもうね現代の車にすごい近いと思う。ほら見て、ほらさすがいいからほらあ全然こう走ったってほら全然これしか伝わってこないね。これが本当街乗り用のね。そうだからあと最高峰なはのかもね締めていけば硬くすればサーキットも走れますからこれ。なるほど。いやこれでも本当にね、いやこれはちょっとまた一個進化しましたね。いやーいいんじゃないですか。次のレベル来ちゃいましたね。もう来ちゃいました。豚ケツ豚ケツすごいですよ今。変身の仕方がセルやもうセルドラゴンボールのセルこれ段差うわこの地面から吸収してくれてるわこれ。吸収してるこれ。してる。まさに九州男児だ。あうまいね。その九州違うけどね。本当や。九州男児や。ね。九州段までね。九州段。そうだよね。 G は G ワークスさんの G でよろしいですか。あそうですね。九州男児で。いやすごいわ。かかってますねいろいろとね。さあ、今ね車庫帳をねつけて試乗しましたけど、こうも変わるかという。どうでした？いやもう自分の車じゃないみたいです。また別の車に乗り換えたんじゃないかぐらいの乗り心地です。やっぱこだわったんで。いやもうその言葉のためにやってますんで。いやもう本当ね旧車乗ってる人、絶対つけた方がいいですよ。本当だから嫁が本当に遠出したくないって言ってたんですよ。痛いお尻が。よはいはい。これ乗ったら多分嫁福岡までちょっともう帰ろうかこれでっていうやっと亀裂の中が戻るってことですか？家族もちょっとね幸せな。僕は中を救ったってこと。もう今まで危なかったですよもう嫁と。この車のおかげで。この車のせいでもう離婚かどうかでしたから勝手に買ってきちゃって。これが離婚の危機の人はうちに来るってことですか？そう離婚の危機の人。ぜひねみんな車で揉めてる。みんながみんな車で揉めてないですからね。そうですね。いろんな分で揉めてる人もスターロードさんに来れば丸く収まる。丸く収まる。丸く収まる。こんだけねいい車庫長ついたんで、次はどうしましょう？次は私も決めております。ちょっと待って、社長にじゃあ次何かアドバイスもらった方がいいんじゃない？なるほど。やっぱプロの。一応でもじゃあせーので言います社長。せーのシート。あれ？違うな。違う。違います。なんですか？俺ホイールかなと思ったけど。俺もホイールと思ってました。シって言ってた。いやホって言いました。ホイールです。シでしょ。ホイールです。ホイール。でも確かにもう足を良くすると人間に伝わる最後はシートなので。まあそうですね。だけど路面と接してるのはタイヤですもんね。はい、そうですね。タイヤですね。ホイールですね。タイヤホイール。タイヤホイール。さあということでございましてね、これを見てる皆さん、次回、私の愛車オタクのローレルがどのように進化するのかお楽しみに。ということで以上でございます。お楽しみ。